皆さん、こんにちは。よしえです。今日も私の動画を見てくれてありがとうございます。元気ですか？はい。私は今、車の中にいます。今日は車の中でゆっくり1時間くらい話したいと思います。はい。6月2回目のポッドキャストになりますね。皆さんはどんな6月を過ごしましたか？梅雨の時期なので、毎日雨が降っていたっていう人も多いかもしれないですね。実は私の住んでいる地域も、6月はとっても雨が多かったですね。毎日雨、雨、雨とか、寒い、寒い、寒いっていう感じで、本当にね、過ごしづらい時期でした。風邪もひいたしね。風邪をひいた人もすごく周りに多くて大変でした。はい。でも、日本はもう梅雨が終わりかけて、すごく暑くなっているみたいですね。30度を超える日も増えてきたみたいで、いよいよ夏が始まるなという感じがします。はい。じゃあ、今日もいろいろなトピックで話をしたいなと思っているんですが、今日はいいものを持ってきました。じゃーん。はい。これは何でしょうか？これはマリオのハテナボックスです。実はこれはお菓子が最初入っていて、で、それで、食べ終わった後に、これなんか可愛いし、ちょっと使えそうだなと思って、家に置いてあったものです。で、今日は、この中にたくさんの質問が入っています。質問、クエスチョン。そのすべての質問が二択の質問です。二択というのは、二つのチョイス。二つのチョイスのことです。なので、例えば、あなたは海が好きですか？山が好きですか？とか、猫派ですか？犬派ですか？みたいな質問がたくさん入っています。はい。でね、皆さんが日常で誰かと会話するときにも、こういう二択の質問ってたくさん出てくると思います。うん。ねえねえ、今年の夏は海行く？山行く？とか、そういうふうに話すことがあると思います。なので、今日は、その、いろいろなボキャブラリーを学んだり、二つのチョイスを比べたり、いいところ、悪いところを言ったりする練習です。はい。できるだけわかりやすい日本語で私も話していくし、うん、自分の意見だけではなくて、二つのチョイスについて説明をしたりします。では、ゆっくり始めていきましょう。でね、私はこの中に入っているものを全部手書きで書きました。自分でペンで書きました。なので、どういう質問があるかはわかるんですが、もう20個ぐらい入っているので、引いてどの質問が出てくるかわかりません。ドキドキします。はい。では、始めます。はい。来ました。夏か冬かどっちが好き？夏か冬かどっちが好き？と書いています。はい。じゃあ、夏から話をしようと思います。夏はどういう季節ですか？まずは暑い季節ですね。気温が高い季節です。あとは、暑いので日焼けをしますね。太陽の光が強くて日焼けをします。私は日焼けが大嫌いで、いつも日焼け止めを塗って過ごしています。
はい。あとは、夏は夏休みがありますね。日本には長いお休みがあります。特に学生の人、小学生、中学生、高校生、大学生はとっても長い夏休みがあります。だいたい7月から8月くらい。7月の中頃、中旬ぐらいから8月の終わりくらいまでお休みがあります。大学生はもっと長いですね。9月くらいもお休みだったと思います。ちょっともう大学生の記憶が曖昧なんですけど、大学生は2ヶ月ぐらいあったと思います。はい。あとは、お盆という日本の行事があります。大切な行事がある時ですね。お盆は8月の中頃くらいにあるもので、自分たちの先祖の霊が帰ってくる時期なので、家族が集まりますね。家族が集まることができて、とても素敵な季節ですね。じゃあ、夏の嫌なところは何でしょうか？夏はやっぱり暑すぎて、ちょっと日本は暑さレベルが高すぎるんですよね。暑いところになると40度くらいになります。なので、外を歩けないんですよね。光が強すぎて、ちょっと体が火傷したようになる時もあります。湿気が強いのも一つすごく暑く感じる原因だと思います。そう、湿気が高い。で、夏によくやるアクティビティとしては海水浴がありますね。暑い時も水の中に入ると結構いいですよね。水の中に入ると気持ちがいいので、やっぱりプールに行ったり、海に行ったりするのはいいかもしれないですね。あとは、じゃあ冬について話をします。冬はどんな季節ですか？寒い季節ですね。はい。寒くて雪が降る地域もあります。日本では北の方でよく雪が降ります。北海道とか東北地方、あとは、日本海側って言うんですけど、日本海という海がある地域は雪がよく降ります。長野も雪がよく降りますね。それ以外の南の方の地域はあまり雪が降りません。一年に一回くらい雪が降るところもありますね。で、雪が降ると、電車が止まったりします。はい。電車とかバスが動けなくなったりして、一年に一回くらいは結構大変な、事故が起こったり、雪山で人が遭難したりします。大変です。ですね。日本の雪山に慣れている人とかは大丈夫なんですけど、あまり雪に慣れていない地域とかは結構車で滑ってしまって事故になったり、そういうこともありますね。で、冬は何が楽しいかっていうと、スキーができますね。スキーができます。スノーボードもできますね。私は、昔スキーをよくしていました。家族でちょっと遠くの山に行って、子供の頃はソリで滑ったりして、少し大きくなってからはスキーを練習しました。
とっても好きですね。はい。で、あとは、冬といえば、野菜が美味しくなる。野菜も、それは、大根とか、カブとか、ネギとか、冬の野菜が美味しくなりますね。体が冷えるので、お鍋をして温まることもありますね。お鍋とかおでんなんかが日本では冬の食べ物と言われています。そうですね。冬はインフルエンザとか、風邪をひく人がとても多いですね。夏に比べてウイルスが多かったり、空気が乾燥していたりして、体調を崩しやすい時期なので、注意することが必要です。皆さんは夏と冬はどっちが好きですか？私は、どっちかな？日本だったら、夏の方がいいかもしれないですね。いや、冬かな。どっちもいいですけど、夏の方が楽しいことが多いと思います。日本は建物の中で結構冷房をかけて涼しくしているので、もしすごく暑い時は建物の中に逃げたりできるんですよね。そう。それで、夏はイベントもたくさんあるから、暑いけど、その楽しいイベントが好きなので、私は夏の方が好きです。はい。皆さんはどうですか？では、こんな感じで次のトピックに行きます。はい。物が多い方が好きか、ミニマリストか。はい。このミニマリストっていう言葉は日本でよく使うんですけど、反対の言葉はあまり決まった言葉がないんですよね。物が多いとか。マキシマリストとはあんまり日本では言わないですね。はい。ミニマリストっていうのは、家の中でできるだけ物を減らして少ないもので暮らすことですね。例えば、服も1着、2着お気に入りのものを持って、それを洗濯しながら大切に使っていくとか、あとは、お皿も必要な枚数1枚、2枚、シンプルなものを持つとか、あとは、新しいものはできるだけ買わないとかですね。結構ミニマリストの人の動画とかを見たりして、シンプルな暮らしをしているなと思います。ただ、シンプルになりすぎて不便に感じることもあるかもしれないですね。例えば、急に友達が来た時にお皿が足りないとかなりそうだなっていうイメージがあります。他にも、やっぱり便利なものが少ないから、一つ一つのことをやるのに時間がかかる場合もありますよね。例えば、家の中にオーブンがない人もいますよね。オーブンがない代わりに、レンジとか、あとはフライパンを使って火で料理するというのもありますよね。でも、オーブンってすごく便利だから、オーブンがやるはずの料理を、他のことでやろうと思ったら、すごく手間がかかるとか、自分がずっと見てなきゃいけないみたいなこともありますよね。それがちょっとね、
ミニマリストになると不便だなと思います。はい。で、物が多いっていうのも結構大変ですよね。物が多い人はたくさんのものを買います。たくさんのものを買って家に置いておくので、家の収納がすぐいっぱいになりますよね。片付けるのが大変だと思います。ねえ。そしてやっぱり物を買うのでお金がかかりますよね。結構物を集めたりするのが好きな人は物が多くなりそうな気がします。私はお皿を買うのが好きで、結構お皿がたくさん家にあります。なので、食器棚にはたくさんのお皿があって、そろそろ買うのをやめないといっぱいになる気がしますね。はい。皆さんはミニマリストですか？それか物が多い人ですか？私は多分ミニマリストになりたいけどなれないものが多い人だと思います。あんまりお皿とか以外は自分のものをたくさん買うことはないんですけど、便利なものとかはつい買ってしまいますね。日本にいると、インスタとか YouTube で便利なものを紹介する動画ってたくさんあるんですよね。で、そういうのを見ると、なんか生活が便利になりそうだなと思って買いたくなります。例えば、最近見た便利そうなもので言うと、ホットクックって言って、お鍋みたいな感じなんですけど、電気で動いて、そのお鍋の中にいろいろな野菜とかお肉を入れて、スイッチを押すと勝手に調理してくれるんですよね。カレーとか。なので、火を使って料理しているよりも、ほっとける。ほっといて料理ができるっていうものです。なので、ホットクックで、ほっとくとクックをかけた言葉だと思うんですけど、それがすごく便利だなって思っていますね。時間がない時でも、野菜を入れて、調味料を入れて、もうほっといたら料理が出来上がるって、すごく時短でいいなって思うんですけど、その道具を自分が使いこなすことができるのかが少し心配です。結局、お鍋で自分でね、火で料理してしまいそうで、なんか、使わなくなってしまうんじゃないかなって思って変えずにいます。こういうことって結構ありますよね。もう本当にそういう便利なものが日本には溢れているので、よく注意して選ばないと、使わなかった、いっぱい物が増えてきたなってなりやすいと思います。そうですね。私はできるだけ必要なもの以外は買わないように気をつけています。はい。では、次のトピックを引きたいと思います。はい。買い物はネットか実際に行くか。ネットショッピングをするか、お店に行って直接買うか。はい。今もうネットショッピングがすごく便利ですよね。例えば、スーパーの買い物も日本だとすべてネットでできます。アマゾンも多分そういうスーパーみたいな
サービスをやっていますよね。Amazon フレッシュって言うと思うんですけど、野菜を買いたいとか、お肉を買いたいってなっても、全部ネットで注文できますね。あとは、服とかも、今は自分のサイズを登録しておくと、自分のサイズに合わせた服を買うことができるサービスもありますよね。そう、S、M、L とかだけではなくて、もう本当に自分のその肩幅とか手の長さとかまで入れて、調べることもできるんですよね。すごく便利ですよね。ネットショッピングのいいところっていうのは、すごく時間が省けますよね。実際にお店に行くまでに20分、30分かかったとしたら、その時間、ネットショッピングだと行く時間がかからないので、すごくいいですよね。あとは、見れる商品の数が多いですね。うん。ネットショッピングには何万という商品がすぐに見られるようになっています。なので、検索するのに時間がかかるかもしれないですね。商品がありすぎて選ぶのが難しいかもしれません。お店に行くともう限られた商品しかないので、限られた商品の中から選ぶことになります。なので、商品数は少ないけど、選ぶのはネットショッピングより簡単かもしれないです。あとは、実際に自分が着てみることで、より似合うか似合わないかを見分けることができますよね。着てみないとわからない布の感じとか、色の感じとかがわかると思います。私はよくネットショッピングをするけど、服はあまりネットで買いません。ネットでよく買うものは、家電っていうか、例えばこのマイクとかもネットで買いました。こういうものはあまり実際にお店で見てもネットで見ても変わらないですよね。デザインも写真でわかるし、その性能、どういう機能があるかもネットで全て見ることができるので、直接お店に行く必要はないと思います。そうですね。あと、ネットで買うものは、お米とかお水とかみたいな重いものはネットでよく買います。やっぱりスーパーに行って運ぶのが大変なので、ネットで注文すると楽ですね。楽です。でも、それ以外のもの、例えば、さっき言った服とか、野菜とかお肉とかは、私は直接お店に行って買いたいタイプです。スーパーで自分で野菜の状態を見て買わないとちょっと不安です。ネットで注文して届いた野菜が思っていたよりも新鮮じゃないとかいうのも経験したことがあります。自分で見るのが一番いいと思います。はい。皆さんはネットショッピングをよくしますか？お店に行くのとどっちが好きですか？はい。教えてください。じゃあ、次のトピックに行きたいと思います。はい。旅行は計画を立てるか、計画を立てずに行くか。はい。面白いトピックですよね。
旅行の計画を立てるタイプの方が多い気がしますね。うん。例えば、まずすごくベーシックなところで言うと、ホテルは予約していく人が多いですよね。どこが便利かなとか、どのホテルが駅から行きやすいかなとか考えて、計画を立てて予約する人が多いですよね。うん。あとは、観光をする場所をあらかじめ見ておく人も多いですよね。例えば、東京だったら、渋谷にはこれがあって、新宿にはこれがあって、浅草にはこれがある。どれに行こうかなって決める人が多いかなと思います。うん。やっぱり、事前にどこにあるとか何があるっていうのを見ておくことでスムーズに観光ができますよね。うん。何も知らずに初めての街に行ったら、見たかったものが見れなかったり、うん、なんか迷ってしまったり、時間を無駄にしてしまったりするかもしれません。はい。うん。あと、レストランは予約していきますか？レストランを予約していくことのいいところとしては、待つことがないですね。うん。例えば東京にはたくさんの人がいて、外で、外食をする人もたくさんいます。なので、Google とかで美味しい店を検索して行ったとしても、予約をしていなかったら入れないケースがあります。なので、予約をしておくとスムーズに入れて時間の節約になります。うん。計画を立てないタイプの人は、きっと、うん、ちょっと冒険したい気持ちとか、その時出会うものに新鮮な気持ちを持ちたいタイプだと思います。うん。例えば、歩いていて良さそうと思った店にいきなり入るのが好きなタイプ、ですね。あとは、特に有名なものを見たいわけではなくて、街の雰囲気だけ楽しめればいいや、みたいなパターンの場合は、あまり調べていかないですよね。うんうん。そう、私はどっちかというと、昔はすごく調べていました。計画をすごく立てていました。うん、もう朝このアクティビティをやって、1時間で終わるから、次の1時間でこれをやって、お昼はこのレストランで食べて、ちゃんと予約もして行って、午後はこれとこれとこれをやる、みたいな感じで、結構しっかり予定を立てるのが好きなタイプでした。友達と旅行したり、友達と観光したりすることがあった時に、相手の分もちゃんと調べて、一緒に行く友達を楽しませたい、みたいな気持ちもある人なんですよね。そう。なので、よく私の住んでいる町に友達が遊びに来てくれることがあったんですね。他の県から。そうしたら、私がこの自分の住む町をプレゼンテーションしなきゃとか、みんなに一日楽しんで帰ってほしいみたいな気持ちがすごく強いタイプなんですよね。なので、ここに行って、ここに行って、ここに行って、全部効率的に回れたら、きっと友達は喜んでくれる。みたいな風に考えていました。うんうん。でも、最近は、
あまり、見すぎないようにしています。ネットで情報を探しすぎないようにしています。なぜかというと、やっぱり SNS やそういうその旅行関係のページを見ると、美しい、綺麗な写真ばっかり載っていますよね。それで自分が、いいなって思って、その写真のイメージで観光地に行ってしまうと、がっかりすることが多いんですよね。イメージよりそんなに綺麗じゃなかったなってなることがあります。だから、あまり検索しすぎないようにしています。そうですね。でも、やっぱりレストランとかは予約していくことが多いかもしれないです。そうですね。観光地だったら、予約をしていかないと、目指していた、行きたかったレストランに行けないこともあるので、それがね、すごく嫌なんですよね。私は旅行中の食事がすごく楽しみなので、やっぱり、レストランはね、頑張って決めたいって思います。はい。そうですね。はい。観光地も少しは調べます。でも、昔ほど、そんなに、はい、1時間で次のとこ行ってとか、しっかりは決めないですね。やっぱり子供がいるので、子供の体調とかにもすごく影響を受けるので、ある程度自由なプランで行くのが最近は好きです。はい。皆さんはどうですか？旅行の計画を立てるタイプですか？もうその場のノリでいろいろ決めるタイプですか？はい。では次のトピックに行きたいと思います。はい。次は朝型か夜型か。朝型か夜型か。これは、活動する時間帯のことですね。朝型というのは、朝早く起きて太陽が昇るのと合わせて、目覚めて、朝から活動して、夜はしっかり寝るというタイプ。で、夜型は夜の時間に活動をして、もう朝とか、もう夜中のすごく遅い時間に寝て、昼まで布団の中にいるとか、そういうタイプの人ですね。はい。まず、その会社員とか、昼間に仕事をしている人は、朝方になりやすいですよね。やっぱり仕事に行かないといけないので、朝起きないといけない。で、夜はしっかり寝ないと朝起きられないので、自然に朝方のリズムになる人が多いですよね。そう。でも、例えば、フリーランスで仕事をしている人は、夜型になっても別に問題はありませんよね。YouTuber とかで結構夜型の生活をしている人は多い気がしますね。夜の方が集中できるとか、静かとか、そういう理由で夜の時間に仕事をして、で、朝になったら寝るっていう生活の人もいると思います。あとは、ゲームが好きで、ゲームをしすぎて夜中になってしまって、寝るのを遅らせてしまう。本当は早く寝たいけど、気づいたら夜型になっていたっていう人もいるかもしれないですね。何なんでしょうね。ゲームってやっぱ夜やりたくなるんでしょうね。
私の友達でも夜中までゲームをやっていて、もうゲーム廃人みたいになっていた人もいますね。うん。はい。私はもちろん朝方ですね。すごく朝早く起きています。朝だいたい6時20分くらいに起きて、夜は10時半くらいに寝ています。11時くらいかな。そう。今は、パラグアイは冬なので、朝の6時半とかに起きると、外は真っ暗です。結構、起きるのが大変ですね。まあでも、朝方の方が健康的かなとは思いますね。やっぱり太陽の光を浴びて、ね、ビタミンを体で作ってっていうのが私は合っているかなと思います。皆さんは朝方ですか？夜型ですか？夜型だと、やっぱりちょっと体がだるくなったりしませんかね？私が学生時代に夜更かししていた時はいつも眠かったです。やっぱり、リズムが合ってなかったんでしょうね。夜型でちゃんとリズムが作れてる人はいいと思うんですけど、朝型なのにちょっと夜更かししてしまう人とかは、やっぱり体がそのリズムに慣れなくて、体調を崩しやすかったり、いつも眠かったりしますよね。なので、自分の中で朝でも夜でもいいけど、寝る時間をしっかり決めることが大事かなと思いますね。はい。では、次のトピックに行きたいと思います。本を読むときは、Kindle か紙の本か。本を読むときは、Kindle とかの電子書籍か紙の本か、どっちがいいか。はい。最近は本当にKindle とか、日本でも名前ちょっと忘れたけど、電子書籍のね、アプリがあります。で、サブスクリプションの形で、電子書籍を好きなように、好きなだけ読めるサービスもあって、私も Kindle Unlimited に入っています。はい。で、Kindle Unlimited に入っても、すべての本を無料というか、定額で読めるわけではないんですよね。アンリミテッドに入っている本なら好きなだけ読めるよっていうものですね。なので、もし他に読みたい本があったら、一つ一つ課金をしていかないといけません。お金を払っていかないといけませんよね。そう。で、やっぱり電子書籍のいいところっていうのは、場所を取らないですよね。収納をする本棚を必要としませんよね。なので、たくさん買ったとしても、携帯が一つあれば、パソコンがあれば、見ることができますね。あとは、目が悪かったら、拡大をして見ることもできます。線を引くこともできますよね。線を引いていたところを消して、また別のところに線を引いたりすることもできますね。コピー&ペーストをすることもできますね。私はやらないですが、必要なところをコピー&ペーストしてまとめるとかもできますね。はい。で、紙の本のいいところは、やっぱり、読んでいて、全体が見れるので、ページの。
それで読みやすいっていう人もいると思います。私はどっちかというと紙の本の方が読みやすいですね。そう。あとは、やっぱり、その本を持っていることが嬉しいっていう人もいますよね。データだといつ消えてしまうかわからなくて不安だと思うお年寄りとかもいるんじゃないかなと想像します。紙の本で持っておくとなくならないし、自分の本棚に入れていくコレクションできる感覚が好きという人もいますよね。私はどっちかというと、紙の本を買う方が好きなタイプです。もちろん、すべての本を買う必要はないんだけど、すごく気に入った本を自分の本棚に入れておくのが好きです。何度も繰り返し読むときに、なぜかわからないんですけど、紙の本だと好きな、好きな箇所、好きな本のページとかを、だいたい真ん中ぐらいだったなとか、後ろの方だったなっていうのが、紙の本だとわかりやすいんですよね。なんか、電子書籍だと、あまり、なんかそういう、機械的な感じなので、そういうなんか大切な本を電子書籍で持っておくのが、ちょっと、うーん、なんて言ったらいいんですかね。不安ではないな。なんか紙の本で持っておく方が安心する感じがします。特に漫画私好きなんですけど、漫画が電子書籍だと、なんかたくさんの中に埋もれてしまうような感じがして、やっぱり自分の本棚にあると、いつでも見返せるっていう感覚なんですよね。難しいな。なんかほんと感覚の話ですよね。これは。皆さんはどっちが好きですか？最近やっぱり電子書籍がすごく増えているので、本屋さんがすごく減っていますよね。うん。昔はもっとたくさんの場所に本屋さんがあったと思います。小さな本屋さんもたくさんあったと思うんですけど、最近は大きな本屋さんが、残っているくらいですよね。なかなか、紙の本が売れないのが現実かなと思います。はい。Kindle もすごく便利なので、どっちも使っていくのが私には合っているかなと思います。はい。では、次のトピックに行きたいと思います。映画は映画館か家で見るか。映画は映画館に行って見るか。家で、DVD を借りたり、Amazon とか Netflix とかで見るかっていうことですね。これはもうね、私は家で見ますね。映画館で見ていた時期もあるんですけど、昔はね、今ほどやっぱり Netflix とか Amazon が便利じゃなかった時期は映画館に行って見ていた時もあります。やっぱり映画館に行くと音とかですごく迫力がありますよね。なんていうか、振動が伝わってきたり、映像もすごく綺麗ですよね。画面も大きいので、すごく映画の世界に入れると思います。あとはやっぱり映画館に行っ
で、ポップコーンを買ったり、で、チケットを買ったりする、その体験がすごく昔は好きでしたね。特別な日のような気がして、すごく好きでした。覚えているのが、なんかハリーポッターが日本に初めて来た時が、私が小学生だったと思います。小学1年生とかぐらいだったと思います。で、映画館に3回くらい見に行って、親と一緒に見に行って、すごく感動しましたね。うわー、こんなに、面白い映画があるんだっていうので、すごく好きでしたね。あとやっぱりジブリの映画は結構、映画館に見に行っていました。うん、当時その2000年代とかくらいには、千と千尋の神隠しとかが出てたんですよね。で、初めて千と千尋の神隠しを見たとき、私は沖縄にいました。家族旅行で沖縄に行っていて、で、どうしてなのか覚えてないけど、なんか沖縄の映画館に行ってみようみたいになって、沖縄の映画館で千と千尋を見ました。うん。それもやっぱりすごく記憶に残っていますよね。体験として、沖縄の映画館であの映画を見たっていうので、記憶に残っています。うん。やっぱり、行くっていうことが結構、こ大変なことなので、一つ一つの映画と自分の記憶がちゃんと結びついている感じがします。うん。ネットフリックスとかアマゾンで見るのってすごく簡単なので、あまり記憶に残らない気がしますね。いろいろな作品をリストから選んで簡単に見ることができますよね。なので、たくさん一日で見ることもできます。うん。あとは、そういうサブスクに入っていたら、無料で見れるものも多いので、すごく安く映画を見ることができますよね。その代わり、新しい映画を見ることができませんね。うん。最新の新しい映画みたいなのを見ようと思うと、やっぱり映画館に行く必要がありますね。うん。待ってもいいよとか、半年経ってからでもいいかな、みたいな作品だったら、もうね、そういう家で見るのがいいですね。うん。最近はすごく減っていると思いますが、DVD のレンタルショップとか、ブルーレイのレンタルショップとかに行くこともよくありますね。うん。そうそう。日本には、ツタヤとか、ゲオっていうレンタルショップがあります。そこで、新しい作品とかでも数百円で DVD をレンタルすることができます。はい。うん。最近はもうその DVD をネットで注文して、すべてもう家からね、そういうレンタルとか、返却とかもできるようになっていますね。はい。うん。私はもう最近はそんなに急いで見たい映画がないので、だいたい、サブスクの動画サービスで見ることが多いですね。あ、でも映画館に行ってみたのが、マリオ。マリオの映画は映画館で見ました。1、2年前くらいですよね。あれが出たのが。
その時はもうパラグアイにいて、どうしても見たくて、スペイン語で見ましたね。スペイン語で見たかな、英語で見たかな、英語で見ました。英語で見てスペイン語の字幕だったと思います。はい。うん。まあ、マリオの映画を見たことがある人はわかると思うんですけど、結構映像だけでも楽しめますね。音楽と映像だけでもすごく楽しめるので、100% 内容は理解できなかったと思うんですが、マリオの映画はね、とっても楽しかったです。うん。初めてその時気づいたのが、マリオはマリオで、ルイージは英語でもルイージで、でも、クッパはバウザーって言ったり、ちょっとずつなんか英語だと名前が違うのが、ちょっとびっくりしました。その時初めて知りました。ね。で、その後半年くらいしてすぐにアマゾンプライムにマリオも出ましたよね。そうそう。そっからも結構、家で何回かマリオは見ていますね。すごく楽しいですね。マリオの映画。もしまだ見ていない人がいたら、ぜひぜひ見てほしいなと思います。そう、話は変わるんですけど、ユニバーサル・スタジオにマリオのエリアがあって、ね、すごく楽しいんですよ。一回だけ行ったことがあって、その時にね、これも買ったんですけど、すごくマリオのエリアが楽しいし、うん、作り込まれているセットがすごく素敵です。うわー、マリオの世界っていう感じで、びっくりしました。あまりにもリアルでびっくりしました。ぜひ、行ったことがない人は、日本に来た時に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行くといいと思います。はい。では、次のトピックです。はい。一人旅が好きか、誰かと行くのが好きか。はい。うん。一人旅。一人旅だったら、そう、私は多分、迷子になっちゃいますね。なんか、まず、すごく、あの、人と話すのが好きというか、喜びを誰かと一緒に共有するのが好きなタイプなんですよね。なので、もし一人旅だと何か綺麗なものがあったり、楽しいことがあったりしたときに、誰かと話せませんね。うん。わあ、楽しいね、綺麗だねっていう相手がいませんよね。なので、一人旅が好きなタイプの人は、すごく自分で、人と共感しなくても、うん、その場所の良さを楽しめる人だと思います。自立した人ですね。うんうん。一人旅だと、あと、やっぱり誰かに合わせて行動しなくていいので、今日はもう晩ご飯食べなくていいなって思ったら、もう誰にも相談せずに晩ご飯をスキップすることができますね。あとは、行きたい観光地を誰かと相談する必要がなくて、自分で好きな時に好きな場所に行くことができますね。それはすごくいいですよね。うんうん。誰かと行くことで、そういう、相手はどう思ってるかな、どっちの方が、こ楽しめるかなっていうのを相談するっていうステップが絶対必要になってきますよね。それが、ちょっと大変だなってなる時もあります。でも、
その相談するのも楽しいですよね。どっちがいいかな、こっちがいいんじゃない、楽しかったねっていう会話が楽しいタイプの人は、誰かと旅行するのもいいですよね。はい。私は一時期すごく一人旅というか、一人で行動するのがかっこいいと思っていた時がありました。学生時代とかに神戸に住んでいたんですけど、ちょっと大阪に一人で行って、観光してみようと思った時がありました。でね、行ったんですけど、なんか本当にもう1時間くらいで楽しくなくなっちゃったんですよね。こんなになんか歩いているのに、なんか地図を携帯で見て、で、行った先でカフェに行って食べても誰にも美味しいねって言えないし、なんでこんな一人旅なんて全然楽しくないって思いました。はい。で、それぐらいからもう一人で旅行するのはやめようって思ったんですよね。それ以降はもう大体友達や家族と一緒に旅行をしていますね。うん。一人旅をしている人がすごくなんかこう自立していて、それでなんかこう誰とも話さなくても楽しめるっていうのは、すごいことだなって思って、自分には絶対できないわって思っています。うん。皆さんは一人旅が好きですか？誰かと行く旅行が好きですか？はい。うん。はい。じゃあ次で最後ぐらいにしようかな。はい。猫が好きか、犬が好きか。なんか最後にすごいシンプルな質問が来ましたね。猫と犬、ましたね。正直言うと、どっちも飼ったことがないので、具体的にはわからないんですけど、きっと飼うとしたら犬がいいかなと思います。うん。なんかこう、生き物として好きなのは、どっちも好き、ですけど、どっちがこう、人間と仲良くなれるかっていうことを考えたら、犬かなと思います。わかんない。でも猫派の人もいますよね。なんか犬の方が、イメージでは、すごく、こう、人間の言うことをちゃんと聞いてくれるイメージがあります。お手とかね。お手っていうのは、こう、ワンちゃんがこう手を乗せてくれたりとか、こう、食事も待てって言ったら、待ってくれるじゃないですか。うん。なので、こう、なんか人間の言っていることをちゃんと理解してくれるのは、犬の方なのかなっていうイメージです。うん。まあ、あとは、お散歩とかをするのが、すごくこう、健康に良さそうだなって思いますね。毎日ルーティーンとして犬の散歩をしている人が、こう、友達とかにもいたりするんですけど、すごくなんか健康的だなって思いますね。自分のためだったら、ウォーキングはできないけど、ワンちゃんのためならウォーキングできるっていう人も多いですよね。うん。一緒に健康的になれる気がして、それはいいなって思います。でも自分だったら毎日ワンちゃんのためにウォーキングするのできるかな、めんどくさいって思っちゃいそうだなとも思います。そういう点で、猫、猫って散歩いらないですよね。多分。勝手に行ってくれますよね。なんか自由なイメージがあります。猫は。勝手に好きな時に出て行って、
きな時に帰ってきて、ずっと寝てるみたいなイメージですね。猫ももちろん人間と、コミュニケーション取れると思うし、よく懐いている猫もいますよね。すごく、自由なところが猫ちゃんは可愛いのかなって思います。どうかな。でも、やっぱりね、私は猫も犬も飼ったことがないんですけど、それは、旅行の時とかに連れて行けないじゃないですか。旅行をやっぱりよくするタイプなので、そういう時にペットホテルに預けたりとかするのも、かわいそうだなって思ったり、預ける人がいないとかもあると思うし、そういう理由でね、飼ってないんですよね。そんなに簡単に飼えるものでもないと思っています。責任がやっぱりあると思うので、まだ飼わないかなっていう感じで。老後、もう旅行とかしなくなって、でも、動物と一緒に暮らしたいってなったら、もしかしたら飼うかもしれないけど、わかりません。はい。皆さんは猫派ですか？犬派ですか？どっちでしょうか？じゃあ、こんな感じでいろいろなトピックで話をしました。今日はちょっと前回よりも、わかりやすく話せたんじゃないかなと思います。皆さんのこの、聞いてくれている人のレベルに合わせた動画をこれからも作りたいと思っていて、ぜひ今日のは難しかったとか、簡単すぎたとかあればコメントで教えてください。また今日みたいなトピックトーキングをしたいと思っているので、どういうトピックで話してほしいとか、リクエストがあればそれも教えてください。では今日の動画が面白いねと思った方は、ぜひチャンネル登録と高評価、そしてインスタグラムのフォローもお願いします。また、Patreon で今日のトランスクリプトを配信します。そちらもぜひ見てみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。